はい、こんにちは。 DIY で絶対的に必要な作業となる材料のカット。今回はこのようなカットを直線や曲線、切り口を斜めにもカットできる DIY のカットの定番工具ジグソーについて、スタンダードな使い方や注意点、きれいにカットするためのポイントについて解説していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめに、今回は安い価格で購入できるジグソーのスタンダードな使い方として、こちらの新興製作所の変則ジグソー SJS の 400A、 こちらをモデルにジグソーの使い方について解説していこうかと思うんですけど、その他の機種やその他の電動工具でも共通する注意点として、使用しないときやブレードの交換をするときなどはコンセントからプラグを抜いたり、使用する電動工具がバッテリー式の場合、このような時は確実にバッテリーを抜いた状態で、誤って作動スイッチに触れた場合でも機械が作動しない状況を作って、万が一の事故がないように安全に取り扱うようにしてください。そしてジグソーで使用するブレード、これは切断する材料の種類や形状によってブレードの種類が異なります。そしてこの3本は一般的に多く使用するごく一部のブレードではあるんですけど、左から木材をまっすぐ切っていく木工高速切り、そして中央の幅の狭いブレード、これが好きな形に木材を曲線にカットしていく木工円切り用、そして一番右のブレードが直線にカットしていく木材のカット面、これをきれいに仕上げていく木工仕上げ用。この他にも金属が切れるアルミ用やステンレス用など、ブレードの種類は様々ありますので、皆さんの用途に合わせてブレードを選ぶようにしてください。そして欲しいブレードが見つかった場合、この時はジグソーの本体に取り付くブレードの後ろの部分、ここが使用する機種によってタイプが異なりますので、必ず使用するジグソーのブレードのタイプがどちらのタイプかを確認して、本体に適合するブレードを購入するようにしてください。今回はこちらのジグソーに適合するブレード、これはこのような形のスタンダードタイプ、これが適合しますので、こちらの木工高速切りブレード、これを取り付けていこうかと思います。そしてブレードを取り付ける方法と注意点として、まずはブレードを固定する2つの固定ネジ、これが外れないように注意しながら、付属の六角レンチを使って反時計回りに適度に緩めていきます。そして先ほど緩めた下の部分、ここにブレードが入る隙間がありますので、ブレードの刃の部分をジグソー正面側に向けて、ブレードが入る隙間の中に奥まで差し込んでいきます。そしてこのようにブレードが奥まで入っていくと、あらかじめ緩めていた2つの固定ネジ、これを時計回りに回してブレードを固定していこうかと思うんですけど、もしかしたら同じようなブレードの固定方法のジグソー、これをお使いの方で、この状態から固定ネジを最後まできつく回す方も多いかとは思うんですけど、ブレードを差し込んですぐの固定ネジ、これはきつく回さずに、2つとも力は入れずに軽く仮固定をしていきます。そしてブレードとベースの関係、これをスクエア定規などを使って2つの関係が直角90度となるように微調整をしていきます。そして微調整をして2つの関係が直角になったら、軽く締めていた2つの固定ネジ、これをきつく締めて本締めをしていきます。そして本締めが終わったら、再度ブレードとベースの関係が直角であることを確認して、これで木材をまっすぐ切っていくためのブレードの取り付けが完了しました。そしてブレードが取り付いたジグソーを使って木材をカットしていこうかと思うんですけど、ジグソーはこのようにベースからブレードが下に飛び出したような形でカットをしていくような形となりますので、必ず作業台やテーブルを使ってカットしたい部分を角から適度に持ち出してカットをします。そして今回はこのような作業台を使ってカットをしていこうかと思うんですけど、作業台の高さ、これは上下に移動するブレードが作業台の下などに当たったりしないように、作業台の高さはブレードの可動範囲、
これにかなり余裕があるような高さの作業台を使うようにしてください。そしてジグソーでカットする対象物、これはカットする時の振動などで対象物がずれにくいようにクランプなどで固定すると便利かと思います。それではこちらの目標のラインに沿って早速カットをしていこうかと思うんですけど、このタイミングでコンセントやバッテリーなどを接続します。そして今回使用するこちらの SJS の 400A、 これは本体の上の部分にカットする速度を変更するこのようなダイヤルがついてます。そして対象物の種類や厚み、または直線と曲線の違いやカット面の仕上がりなどに考慮してブレードの速度を変更していきます。そして適度な速度にダイヤルを合わせて早速木材をカットしていこうかとは思うんですけど、ジグソーを使ったカットの切り始め、これは木材にブレードを当てた状態から本体を作動させると最初の立ち上がりにパワー不足で木材が切れにくく仕上がりが悪かったり跳ね返ってきたりする危険もありますので、必ず対象物からブレードを離した状態、ここでブレードが十分な速度になってから切り始めるようにしてください。このようにジグソーを使って木材を直線にカットしてきました。そしてカットをするときに下を向いてた木材の角の部分、ここを見ると木材表面と小口面がきれいに直角になってきれいなカットができました。それに比較してカットをするときに上向きになっていた端の部分、ここをよく見るとブレードに押し出されてカットできなかった木材の小さな繊維、このようなのが角の部分に残って小さな毛羽立ちが発生しました。そしてこのような毛羽立ち、これを極力抑えるためには木材の繊維が浮き立たないようにマスキングテープを貼って、マスキングテープごと一緒にカットしたり、新しいブレードや仕上げ用のブレードなどを使ってカットをしていくと毛羽立ちが出にくくなります。またジグソーが作動すると強い振動がありますので、まっすぐ描かれた線と同じようにカットすることは結構難しいので、切断したいスタートの位置、ここにきっちりとブレードを合わせてベースのガイドになるような定規などを添えると簡単に綺麗なまっすぐしたカットができます。そして距離が長かったり軌道を修正してジグソーを一度止めて再度カットをするときには止めた位置から再開せずに少しだけジグソーを戻した状態でブレード先端が木材に当たってないことを確認したら、ここでジグソーを作動させて十分な速度になって切り進めるようにしてください。このようにマスキングテープと一緒にカットをしていくと、先ほどと違って木材の繊維の毛羽立ちが随分と抑えられました。そしてNo, I'm not a writer.
このような曲線をカットしていくときは、必ず幅が狭い円切り用や曲線用などのブレードに交換して曲線のカットをやっていくんですけど、先ほどまで使用してた木工高速切り、これはカットが終わってすぐの場合は摩擦による熱などが加わってブレードの温度が高温になっている可能性がありますので、すぐにブレードを交換する場合は手袋や軍手などを装着してやけどなどをしないように注意しながらブレードを交換していきます。そしてこのようにブレードが交換できたら、今回は曲線の例としてこのような円形をカットしていこうかと思うんですけど、このまま線と同じようにジグソーでカットすることは不可能なので、円形の内側と外側のどちらか作りたい方の逆側にこのような切りを使ってブレードの幅よりも大きめの穴を作ります。そして今回は円の外側を残した状態で丸い振り抜きを作っていこうかと思いますので、線よりも内側の部分にブレードの幅よりも大きめの穴を作ってブレードを通して切り進めていきます。このように円切り用、曲線用のブレードを使うと、最初に作った穴からカットを始めて曲線の円形のくり抜きができました。そしてこのようなカットをされた小口面、これをこのような直角ではなく角度をつけて斜めにカットをしたい場合は、ジグソー本体のベースの裏側にあるベースを固定している2つのネジ、これを緩めてベースを後方に引っ張ってカットしたい角度と方向にベースを傾けたら、内側にある突起物、これに溝がはまるようにベースを前方に戻したら、2つがきちんと噛み合ったことを確認して、再度2つの固定ネジを締めていきます。そして本当はベースを傾ける前にブレードを取り付けていた方がいいかとは思うんですけど、木材の場合は木工高速切りや仕上げ用などを使ってまっすぐ切るために定規をガイド代わりにしてカットをしていこうかと思います。このようにベースを傾けてカットしていくと、カット面も同じように角度がついた斜めのカットができました。そして木材を長い距離カットしたり、曲線などをカットするときにジグソーを作動させる作動スイッチ、これをカットするときにずっと押さえておくのが大変なときは、作動スイッチの上にある丸いボタン、これは
作動スイッチを作動させて奥に押し込むと、ブレードが止まることなく動き続ける便利な機能ではあるんですけど、こちらのボタンの解除方法は、再度作動スイッチを押してあげると、丸いボタンが元に戻って動きが止まるような構造となってますので、動きを続けるこちらのボタン、これを作動させた時も作業ボタンに指を添えて、いつでもすぐに止めれる状況を作って安全に使用してください。そして最後にジグソーできれいにカットしていく基本的なポイントとして、対象物を早くカットしたい場合、このような時もジグソーを過度な力で押していくとブレードが曲がったりしてきれいなカットができませんので、必ず無理な力で押したりはせずに、適度な速度内でブレードの速さを変更するなどをして切り進めるようにしてください。そして対象物からベースが浮いたりすると、ジグソーの安定が悪くまっすぐしたカットができなくなりますので、必ず対象物とベースが密着することを意識して切り進めるようにしてください。そして安全に作業ができるために、このような作業用ゴーグルやマスクなどを装着して安全に作業されるようにしてください。このように今回は比較的安くで購入できる新興製作所の変速ジグソー SJS の 400A、 こちらをモデルにジグソーのスタンダードな使い方について解説をしていきました。そしてこのようなジグソーは精度が高いカットを得意とするこのような丸ノコに比べると精度や性能は低く、丸ノコのようなカットは難しいかとは思うんですけど、 DIY として丸ノコを使う環境が不十分だったり、丸ノコでは作ることができない細かな曲線を作るときはジグソーの方が比較的扱いやすい工具かとは思いますので、ぜひ参考にしていただいて安全で快適な DIY を楽しんでいただけたらと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。